こんにちは。今回はですね、多くの人が自分は大丈夫だろうって思っているかもしれない。でも実はすぐそこに潜んでいるリスク、破傷風についてちょっと考えてみたいと思います。あなたは本当にこの危険から守られているって自信を持って言えますか？さあ、一緒にチェックしていきましょう。例えば、庭いじりをしていてちょっとかすったり、家の修理でうっかり手を切っちゃったり、誰にでもありますよね、こういうこと。でももしこんな些細な怪我が命に関わるかもしれないって言われたら、って思いませんか？一体どうしてなんでしょうか？実はですね、本当の怖さっていうのは傷の大きさとか深さじゃないんです。問題はその傷から体の中に入ってくる破傷風菌っていう目に見えない細菌なんですね。しかもこの菌、どこか特別な場所にいるわけじゃなくて、そこら辺の庭の土とか公園の砂、なんなら家の中の埃にまで、ほんと文字通りどこにでもいるんですよ。さあ、ここからが今回の話で一番大事なポイントになります。実は今の日本には破傷風への免疫を持っている人と持っていない人を分けるある運命の年というものが存在するんです。そしてそれがあなたのリスクを本当に大きく左右しているかもしれないんです。その運命の年っていうのがズバリ1968年。昭和で言うと43年ですね。この年に日本では3種混合ワクチン DPT ワクチンっていうのが子どもの定期接種になったんです。まさにこの年が大きな分かれ道になったわけです。つまりどういうことかというと、ここものすごく重要です。もしあなたが1968年よりも前に生まれている場合、子供の頃にワクチンを定期的に打つ機会がなかったわけですから、破傷風に対する免疫、その土台が全くない可能性が非常に高いんです。逆に1968年以降に生まれた方は、子供の頃に打ったワクチンのおかげでちゃんと免疫の基礎ができているはずと考えられるわけですね。じゃあもし怪我をしちゃったらどうすればいいんでしょうか。ここからは万が一の時のために具体的にどう動けばいいのか、その行動ガイドを一緒に見ていきましょまず知っておいてほしいのが、どんな傷でもリスクが同じってわけじゃないってことですね。特に気をつけなきゃいけないのが、この汚染された層と呼ばれるものです。土とか泥がべったりついた傷はもちろん、錆びた釘を踏んじゃったみたいな深い傷とか、ドアに指を挟んで潰しちゃったみたいな傷は、破傷風菌が体の中で増えるためのもう最高の環境になっちゃうんですよ。もし病院に行くと、お医者さんが使う手には大きく分けて2つあるんです。1つはワクチン。これは例えるなら、自分の体の中にこれから長く戦える自分だけの免疫軍隊を育てるようなものですね。だから効果が出るまでにはちょっと時間がかかります。で、もう一つが T ガード。これは今すぐ戦えるプロの傭兵、即戦力のダスケットを外から雇ってくるイメージです。すぐに効きますけど、その効果は一時的なものなんです。じゃあ実際どういう時にどっちを使うのか。この表でもう絶対に覚えておいてほしいのが一番上の行のケースです。つまりワクチンを打ったかどうかもよくわからない。しかも傷は土とかで汚れている。この場合は自分の軍隊を育てるためのワクチンと即戦力のドッピングであるティグと両方がすぐに必要になります。これが命を守るための最重要ルールだと思ってください。もちろん怪我してから慌てるんじゃなくて、普段から破傷風に対する盾をちゃんと準備しておくのが一番いいですよね。じゃあそのための具体的な予防計画はどうすればいいんでしょうか。まず子供の頃にちゃんとワクチンを打ったよっていう人が覚えておくべき魔法の数字、それはズバリ10です。ワクチンの効果って残念ながら一生続くわけじゃないんですね。なので大人は10年に1回追加でワクチンを打つことで、その防御力を高いレベルでキープできるというわけです。じゃあ1968年より前に生まれた世代、つまり免疫がゼロかもしれない人はどうしたらいいのって思いますよね。でも大丈夫です。ちゃんとゼロから免疫の土台を作るためのプランがあります。合計3回決められた間隔で接種をすれば、若い世代と同じようにしっかりとした盾をちゃんと作ることができるんです。特にですね、趣味でガーデニングをするとか、農作業で土に触れる機会が多い方、それから建設現場で働く方とか、あとは災害ボランティアに参加する方、一部の地域へ海外旅行に行く方、こういう方々は破傷風菌に出会うリスクがやっぱり他の人より高くなるんですね。だからこそ
ワクチンの備えが本当に大事になってくるわけです。なんでここまでしつこく予防っていうのか。それはもし破傷風を一度発症してしまうと、その戦いが本当に過酷で命に関わるからなんです。ちょっとだけその症状がどんなに恐ろしいものか見てみましょう。最初に現れるサインとして多いのが、この開口障害です。最初は、なんか今日顎が疲れてるなとか、口がちょっと開きにくいなくらいのほんの些細な違和感なんです。でもそれが、恐ろしい病気の始まりの合図かもしれないんです。症状が進むと、今度は顔の筋肉がこわばってきます。本人の気持ちとは全く関係なく、まるで誰かを嘲笑うかのような不気味な笑いの表情に顔が固定されてしまう。これを形容と呼びます。そして病気がピークに達すると、全身をものすごい力の痙攣が襲います。特に背中の筋肉が強く縮むので、体がまるでエビ反りのように弓なりに半反り返って固まってしまうんです。これはもう想像を絶する痛みを伴いますし、呼吸をすることすら難しくなる非常に危険な状態です。さて、ちょっと怖い話もしましたが、リスクと対策についてだいぶ分かってきたんじゃないでしょうか。最後に、あなたが今日この後すぐにできる最も重要なアクションをはっきりお伝えします。いろいろお話ししましたけど、結局のところ一番のポイントはこれなんです。あなたのハス風に対するリスクを考えるその全ての出発点は、あなたが1968年という年を境にして、その前と後のどちら側で生まれたか。まずはここを確認することです。では最後にあなたに質問です。あなたが最後に破傷風の予防接種を受けた日、正確に日付まで言えますか？もしいつだったかなと自信がなければ、ぜひご自身の母子健康手帳を探してみてください。そこにあなたの体を守るためのとても大切な情報が眠っているはずです。今回の話があなたとあなたの周りの大切な人の健康を守る一つのきっかけになれば本当に嬉しく思います。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。